今夜もまた誰かの記憶が語り始める。寝る前怪談。これは私が経験したある家族の物語、愛情という名の最も残酷な呪いについての記録です。私にとって祖母の家は日だまりそのものだった。古い木造家屋の匂い、縁側で揺れる風鈴の音、そしていつ訪ねてもおかえりと笑ってくれる祖母の顔、そのすべてが私の世界の中心だった。物心ついた頃にはもう父はおらず、不慮の事故で死んだのだと聞かされていた。父方の祖母は早くに夫を亡くし、一人息子の父まで失ったことで唯一の血縁である私を溺愛してくれた。そう信じていた。母はなぜか祖母とひどく折り合いが悪かった。私がおばあちゃんの家に行ってくるというたびに、母は一瞬だけ表情から色をなくした。そう、気をつけてね。それだけ言うと、彼女は決まって私から目をそらす。一度たりとも母が祖母の家の敷居をまたいだことはなかった。私はそれを単純な嫁姑問題なのだと子供心に解釈していた。私の日常にはもう一つ、母が決して足を踏み入れない聖域があった。毎週日曜日の午前、祖母と二人で近所の神社へお参りに行くのが幼い頃からの習慣だった。信心深い祖母は雨の日も風の日も私が生まれてから一日も欠かしたことがないのだと少し自慢げに話してくれた。祖母とつないだ手はいつも温かくて少し乾いていた。そのぬくもりが私は大好きだった。さあ着いたわよ。古びた鳥居をくぐると空気が少しだけひんやりと変わる。境内は吐き清められ静寂に満ちていたが、本殿の裏に広がる森だけは昼間でも日がささず黒々とした口を開けているようだった。けれど本殿の脇から裏手の森へ続く小道だけは空気が違っていた。そこだけ夏でもひんやりと湿っており、甘い花の匂いに混じって土が腐るような生臭い匂いがかすかに漂ってくる。祖母があれと呼ぶ祠はその先にあるらしかったが、祖母は決して私をそこへは連れて行かなかった。ここから先は神様の場所だからね。その言葉が嘘であると知るのはずっと後のことだ。拝殿の前に立つと、祖母はいつも私より一歩前に出て深く深く頭を垂れる。合わせた両手はかすかに震え、その唇からは何かを必死に押し殺すような低くかすれた声が漏れ聞こえた。あまりにも真剣なその横顔を私はいつも隣から少しだけ持て余しながら眺めていた。おばあちゃん、今日も長かったね。何をお願いしてたの？帰り道、決まってそう尋ねる私に祖母は振り返ってにっこりと笑う。あなたの幸せよ。あなたが健やかに幸せに大きくなれるようにってね。でもその目は決して笑っていなかった。一瞬だけ底なしの井戸を覗き込んだような暗い光がよぎるのを私は何度も見ていた。だけどすぐに買ってもらうアイスクリームのことや他愛のないおしゃべりに夢中になって、その違和感を心の奥底に沈めてしまうのだった。話は少し変わるが、私はいわゆる見える体質だった。物心ついた頃からこの世ならざる者たちの気配に常に睨まれ、私の日常は恐怖と隣り合わせにあった。金縛りは毎晩のように私を襲い、眠りにつくこと自体が苦行だった。浅い眠りの中、誰かが私の足首を掴んで引きずろうとしたり、腹の上を針のようなもので何度も突かれたりした。霊障は年を追うごとにエスカレートし、私の心身を確実に蝕んでいった。母は私を連れて何人もの霊能力者を訪ね歩いた。しかし高額な祈祷料を支払っても効果はなく、ある霊能力者にはこう吐き捨てるように言われた。お嬢さん、これはダメだ。あまりに根が深い。
家族の誰かからとんでもないものを向けられてる。払うなんて無理だよ。あんたの母親が一番わかってるんじゃないのか。その言葉の意味もわからぬまま、私と母は諦めるしかなかった。帰り道、母は一度も私の顔を見ず、ただごめんなさいとだけつぶやいた。中学3年になる頃には、私の状態は最悪だった。登下校中に2度、車にひかれかけた。どちらも誰もいないはずの歩道で背中を強く押されたのが原因だった。食事の幻覚は日常となり、私の精神は限界を迎えつつあった。それでもかろうじて学校に通い続けていた私に決定的な日が訪れる。それは5時間目の退屈な古典の授業だった。窓の外は穏やかな午後で、教室内には先生の低い声だけが響いていた。うつらうつら仕掛けたその時、耳元で不意にあの古い手まり歌が聞こえた。祖母がよく口ずさんでいた歌だ。私ははっとして周囲を見回すが、誰も歌ってなどいない。気のせいだと思おうとした。だが声は止まない。それはもうただの歌ではなかった。怨念がこびりついたようなかすれた声。私の耳の中だけでしつこく執拗に反響する。やめて、やめて。頭を抱え奥歯を食いしばる。先生の声もクラスメイトの気配も遠のいていく。最後のフレーズが耳元で悪意に満ちた嘲笑とともに絶叫に変わった。私は自分のものとは思えない叫び声を上げて椅子から転げ落ちていた。教室は水を打ったように静まり返る。クラスメート全員の、そして先生の信じられないものを見るような目。同情でも心配でもない。ただ恐怖と哀れみと好奇に満ちた視線が床に徹してる私に突き刺さった。この日を境に私は二度と学校の門をくぐれなくなった。不登校になり昼夜が逆転した生活を送っていたある夜、リビングで水を飲んでいると、仕事から帰ってきた母と鉢合わせになった。気まずい沈黙が流れる。先に口を開いたのは母だった。ねえ、あのおばあちゃんのところへ行ってた時のこと、何か変わったことはなかった？何か妙なことをされたりとか。その問いに私は苛立ちを隠せなかった。ないよ。おばあちゃんは優しいだけだよ。お母さんと違っていつも私の心配をしてくれる。私のトゲのある言葉に母は顔を歪め、それ以上何も言わなかった。ただうつむいて小さな声でごめんなさい、ごめんなさいと繰り返すだけだった。私は父を裏切った罪悪感から私に謝っているのだとそう思っていた。そんな私を母が仕事でいない昼間、祖母が開会しく看病してくれた。衰弱しベッドから起き上がれない私の手を握り、祖母は言った。あらあら、また食べられないの、かわいそうに。でもね、無理しなくていいのよ。何も食べずにただ私だけを頼っていればそれでいいの。苦しいでしょうけど、その分悪いものが全部外に出ていくからね。その言葉を私はただ自分の体を心から心配してくれているのだと涙ぐみながら聞いていた。何度も死のうとした。そんな地獄のような日々が続く中、中学卒業を間近に控えた冬の日、唯一の支えだった祖母が突然心不全で亡くなった。葬儀で私は泣き崩れた。そんな私の横で母はただ壁際に立ち、無表情で虚空を見つめていた。祖母が死んで2週間ほどが経った頃だった。あれほど私を苦しめていた霊障がピタリと止んでいたのだ。友人は言った。おばあちゃんが
痛みを持って言ってくれたんだよ。私はその言葉を信じ泣いた。祖母の死から数ヶ月が経った。私の日常から確実に恐怖の気配は消え、家の中には穏やかな時間が流れるようになっていた。まるで分厚い暗雲が晴れ、火の光が差し込んできたかのようだった。母との関係もぎこちないながら少しずつ雪解けを迎えていた。ある週末の午後、私と母はほとんど開けることのなかった父の書斎を整理していた。お父さん、このレコードが好きでね。休みの日はいつもリビングでかけていたのよ。母は少しだけ寂しそうに、でもどこか懐かしそうに微笑んだ。私が生まれる前の父と母だけの幸せな時間、その一端に触れたような気がして、私の胸は温かくなった。そんな時だった。本棚の隅に置かれた一枚の写真立てが目に留まったのは、海を背景に若き日の父と母が肩を寄せ合って笑っている。父の腕は母の肩に優しく回されていた。私はその眩しいほどの幸福の記憶にふとこう口走っていた。おばあちゃんがね、よく言ってたんだ。お父さんは不慮の事故だったけど、私のことを空からずっと見守ってくれてるって。悪意のない、本当に何気ない一言だった。その瞬間、母の顔からすっと血の気が引いたのを私は見逃さなかった。母は無理に笑顔を作ろうとして、その口元を床に引きつらせた。アペア、そうね、絞り出すような声だった。母は私から目をそらすと慌てて立ち上がった。さ、今日はこれくらいにして夕飯の買い物に行きましょうか。そのあまりに不自然な仕草に私は戸惑った。きっとお父さんの浮気を知っていたから素直に思い出に浸れないのだろう。自分のせいだという罪悪感もあるのかもしれない。そう自分に言い聞かせたが、胸に小さなトゲが刺さったような奇妙な違和感だけがいつまでも消えずに残った。その小さなトゲの正体に気づくのはまだ先のことだった。1年後、私は見違えるように回復していた。通信制の高校にも通い始め、アルバイトにも精を出すようになっていた。祖母の家が引き払われることになり、私は遺品の整理に訪れた。押し入れの奥深くから風呂敷に包まれた数冊の古い大学ノートが出てきた。祖母の日記だった。最初の日付は父が死んだ日のものだった。父は母の浮気を苦に自殺していた。次のページをまかった瞬間、全身の血が凍りついた。私への煮えたぎるような憎悪と呪詛がそこにはあった。あの子は、あの女が不義の果てにはらんだ子だ。私の息子の血など一滴も入っていない。汚わしい存在だ。なぜ私の息子が死に、あの子が生きている。許せない。殺してやりたい。いいや、ただ殺すだけでは足りぬ。息子が味わった以上の苦しみを与え、のたうち回りながら死んでいく様をこの目で見届けてやる。震える手でさらにページをまくる。そこにあったのは呪詛の日記だった。3月10日、〇〇神社へ。本殿の裏、倒木の根元にある祠のあれに、私の可愛い息子の命を生贄として差し出したのだ。願いを聞き届けろ、と。5月30日、学校の友人とやらからもらったという髪飾りを嬉しそうにつけていた。不愉快だ。あの子が幸せになる要素は一つでも多く摘み取らねばならぬ。夜、あの子の部屋からこっそり盗み出し、庭で燃やした。朝亡くなったと泣いていた。愉快愉快。7月9日、あの女があの子のために服を買ってきたらしい。あの子が学校に行っている間に見つけ出し、こっそりと捨ててやった。あの女からの愛情など、あの子には一片たりとも与えぬ。あの子が最後に頼れるのは、
この私だけそうやってゆっくりと心を殺していくのだ。私の息子にしたように笑顔の裏で私を裏切るような真似は決してさせぬ。9月8日、あの子が食事も喉を通らぬらしい。衰弱していると計画は順調だ。私の祈りは願いは呪いは確実にあれに届いている。あの女から生まれた不浄の子よ。私の息子が味わった絶望の中でゆっくりと朽ち果てろ。私は日記を庭に持ち出し燃やした。ノートが炎に舐められ、祖母の執念が黒い灰に変わっていくのを私はただ無心で見つめていた。私は燃えかすを後に勇気のような足取りで祖母の家に戻った。今の鏡に映った自分の顔はまるで知らない誰かのようだった。何の感情も浮かんでいないただの人間の形をした器。私はその顔にそっと触れてみる。冷たい。これは本当に私なのだろうか。大好きだったはずの祖母が選んでくれた家具も壁のシミも全てが見慣れない薄っぺらい舞台のセットのように見えた。その数日後の夕食、私が何も食べないのを見かねて母がおずおずと卵焼きの皿を私の前に置いた。食べないと体が持たないわ。母の手は少し震えていた。それはぎこちないけれど確かな愛情の形に見えた。私は皿に目を落とす。ほかほかと湯気の立つ黄色い卵焼き。一口食べよう。そう思った瞬間、卵焼きがぐちゃりと黒い髪の毛の塊に変わった。祖母の白髪が混じったおびただしい数の髪の毛の塊に、うった。強烈な吐き気がこみ上げ、私は口を押さえて立ち上がった。目の前の母の心配そうな顔が、日記を書いていた祖母の顔とダブって見えた。ごめんなさい。それだけを絞り出し、私は部屋に逃げ込んだ。もうダメだった。母の差し出す優しささえ、私には呪いと見分けがつかなかった。長い年月が経った今も、私はアルバイトをしながら平凡な毎日を送っている。あの日以来、霊障は一度もない。しかし、私の中には決して消えることのない本当の呪いが残された。先日、バイト先で同僚の男の子が、大丈夫？手伝うよと優しく声をかけてくれた。その腕に触れられた瞬間、私は感電したかのように彼の手を振り払っていた。驚く彼に、私はごめんなさいと、壊れた人形のように繰り返すことしかできなかった。もう、人の優しさを、その言葉を、ぬくもりを純粋に受け取ることはできない。笑顔の裏にある、底知れない悪意を想像してしまう。温かい手の先に、冷たい殺意が隠されているのではないかと怯えてしまう。霊という見える恐怖は祖母が死んで消え去った。だが私の魂には一生消えることのない人間不信という見えない呪いが日だまりの記憶とともに深く深く刻みつけられている。鏡に映る自分の目が時々あの日の祖母のように暗くよどでいることに、私はもう気づかないふりをすることもできなくなっていた。最後までご視聴いただきありがとうございます。少し怖い思いをさせてしまいましたでしょうか。もしよろしければ応援いただけると励みになります。それではおやすみなさい。どうか良い夢を